おはようございます。今日が退職日です。1年間勤めた大企業で、働くのはもう今日が最後になるんですけど、不思議とやっぱ目覚めはいいですね。いつももっと眠いんだけど、今日が最後だと思ったらもうすっきり起きれました。今日の昼ご飯です。くるみとさつまいも。だいたいいつもこの2つですね。あとここに納豆が加わってくるケースも結構あるんですけど、だいたいこの芋とくるみをいつも持ってって食べてました。これも今日で最後だ。全てが今日で最後だと思うと、ちょっと名残惜しかないけど、感慨深くなるものはあるっちゃありますよね。死ぬ時ってこういう感じなんだろうな。最後か。明らかに今日が人生のターニングポイントだよな。この通勤経路を通るのも今日で最後か。お昼です。ちょっと会社から離れた公園まで歩いてきました。さつまいもとくるみ食べます。それにしてももう最後の一日だと思うと何にも腹が立たないし、てか普段から別に腹立ったりは全然しないんだけど、仕事とかでもちょっといろいろ立て込んできて大変だなっていう時は実際あるわけで、いわゆるそのぷよぷよでグレーのぷよぷよがお邪魔ぷよぷよみたいなやつがめちゃくちゃ積み上がってしまう状態みたいなのが実際に仕事でも起きるわけだけど、もう今日が最終日ってなると当然もう手持ちの作業もほぼほぼなくて、一応午前中に突発で依頼の作業が来たけど全然落ち着いてやれるというか、どうせ泣いても笑っても今日で最後だしなっていう風にすごく達観した気持ちで仕事ができるっていう、結局何事もこれが最後の1回だっていう風になればそれなりに味わうことができるっていうことですよね、多分。それが何回も何回も今後も半永久的に続くって思うと、その1回がどうでもよくなるというか、1回に対しての思い入れってなくなるもんですけど、もう会社に来るのもあの会社に行くのもあの駅で降りるのもあの道を歩くのもあの人たちと喋るのもあそこで仕事をあの席で仕事をするのも、これがラスト1回だっていう風に思うと味わい深くなりますね。いつもは何も思わない、何の変哲もないただの日常なんだけど、その日常が今日をもって終了するっていう風に考えると、もうちょっと主体的に味わってみようっていう風な、そんな気持ちが生まれました。毎日毎日自分で
食べ物を持ってきて食べてたんで、結局一回も使わなかったな、社食。どんな日常的なことでも、どんなルーティンでも、それが最後の1回になる瞬間っていうのは必ずいつか来るわけで、もうそれ絶対なわけですよね。それがいつかは人によって違うしわからないけど、それがもう最後の1回っていう時は絶対に来るっていうことを意識すると、今のこの1回がちょっと貴重なものになるというか、限定品になるというかね、ただの何でもないいつも通りの日常からちょっとした限定品の日常に変わるっていうのは、終わりを意識することで初めて感じられるものなのかもしれない。じゃあ食べ終わったんで会社戻ります。会社で最後の退職の挨拶をして、同期との送別会を、同期がね送別会をやってくれたんで、その送別会を終えて帰宅します。いやー、本当に辞めちまったな。まだ実感があまり湧いていないけど、とりあえず帰ります。YouTube ライブを初めてやってみようと思って小1時間調べてたんですよ。早く風呂入りたいなって思ってる中、小1時間調べてたら、結局ね、あと24時間経たないと YouTube 配信はできないらしいです。ふざけてるな。今日一日を振り返ろうか。せっかくだしね。この感情をまだ覚えているうちというか、熱がまだあるうちに、今の率直な感想を記録していこうかな。退職を報告してからもちょっと期間はあったものの、引き継ぎとかいろいろやって、で、ついに今日退職の挨拶をして、最終勤務を終えて、送別会をやってもらい、今に至るんだけれども、退職の挨拶をしてもなお、まだ現実感がどっかで湧かない自分がいるっていうのが正直なところ。本当に俺、会社辞めたのか。明日会社行かなくていいわけだもんな。すっごい不思議だよね。もうあの人たちと、もちろん同期とかと今後会うかもしれないけれど、基本的にはもうあの人たちと、毎日喋っていたあの人たちと、もう喋ることはおそらくないだろうし、あの場所に行くことももう多分二度とないだろうし、なんならあの駅に行くことすらもうないかもしれないし、この一年間当たり前に続けてきたものが突然なくなるっていうことへの違和感というか、本当にやめたんだなっていうことへの実感のなさがすごいよね。これから俺は本当に海外で生きていくわけだもんな。完全にもうその前段は整ったというか、これから自分が映像と文章を作って、それを世の中の人に見てもらって、ご飯を食べるっていう状態を実現するために、おそらくオーストラリアに半年後ぐらいに行って、そこで生活していくわけだよね。で、その生活をしながら、映像なり文章なりを作って、作品として出していく。それをやるための最も重要な準備が、この会社を辞めるっていうことだったわけだよ。それを本当にやったなっていう。
やることはやっぱ当たり前だけど誰にだってできるんだよってことが同時に分かった。退職を言うことって実は誰にだってできるんだよね。言うこと自体は。だって退職を報告すればいいだけなんだもん。それはもちろん咎めるものってたくさんあると思うけど、でも結局のところ言うことは誰にだってできるし、なんなら言うことを最近に関してはもう退職代行とかがあるから言わなくたっていいわけだけど、辞めることは結局誰にでもできて、一歩踏み出すっていう行動自体を取ることは誰にでもできるっていうことが今回よく分かった。それを咎めてるのは、もうこの時代他の誰でもなく自分なんだよね。前も動画で話したけど、今の時代も、もちろん環境にはよるだろうけど、多くの場合、もう親とか先生とか上司とか周りの人が自分の夢を咎めてくるってあんまないよね。実際僕も今回そこまで具体的には言ってないものの、今後海外移住していくんですっていうことを、移住というかワーホリに行くんですみたいなことを、先輩なり同期なりに伝えたときに、反対する人なんて一人もいなくて、みんな、いいじゃん、頑張りなよとか、若いうちしかそういうのはできないからね、みたいな、そういう感じなんですよね。それは、何を意味しているかっていうと、かつては夢をそうやって咎めるのは周りの人だった、そんな世界だったわけだけど、今の時代、どんどんいろんな生き方、そうじゃない生き方、このレールじゃない生き方っていうのがあまりにも発生しすぎて、もはやそれはどうなのとか、そんなの無理だよっていう人はいなくなってるよね、実際のところ。周りの人にこれをやりたいんだって言った時に反対されるってことはあまりなくて、そんな時代においてじゃあ誰が夢を壊すのか、誰が夢を阻むのかっていうと、実は自分自身だったりするんだよね。こうしたいって思う自分がいても、いや、それはどうせこうだからできないとか、でも結局それってこうでしょって思ってしまう自分も同時に存在していて、そういう自分がもう一人の希望的な自分の夢を阻んでしまうっていう事態が発生するのが現代な気がする。何の話をしてるかっていうと、それでもやっぱり一歩を踏み出すっていう行動を取ることは本質的には誰にだってできるんだよ。退職を言うことは誰にだってできるし、英語の勉強をすることは誰にだってできるし、海外で生活することは誰にだってできるんだよ。それを咎めているのはもちろん環境もあるだろうけど、環境を除いたら結局自分自身なんだと思うんだよね。だからお前はこうすべきだとか、だからお前が悪いんだとか、そういうふうに言いたいわけではなく、じゃあ結局僕らはどうして生きていけばいいかっていう結論に達しますよね。退職を言うことだって、海外に移住することだって、新しい勉強を始めることだって、とにかく一歩を踏み出すっていうことは僕らにはできるし、それを不可能だって思ってるのは、おそらく往々にして自分自身。だとした場合、じゃあなんでそれが不可能だと思うのかっていうのを改めて考えてみる。自分に問うてみる。そうするとその問いが自分を新しい世界に連れてってくれる。そんな原理なんじゃないかなっていうふうに思います。退職の報告とあまり関係ないような話になっている気もするんだけど、退職をきっかけにそういうふうなことを今思ったっていう、そんな感じです。もうルールにしちゃうんですよ。もう人に発散しないっていう、人で自分の負の感情を、もう寝たいんですけど、今月は毎日ノートを投稿しているんで、電車で、書き殴ったノートをちょっとある程度形を整えて出して寝ようと思います。よし。よし。ノートの投稿完了。0時ギリギリで投稿完了しました。よし。寝るか。今日もなんやかんやいい一日だった。よい
いしょ。というわけで、もう今日は寝ます。明日から全く違う人生の第2章が始まると思うと、恐怖とともにワクワクもあり、不安もあり、いろんな気持ちが今自分の中に渦巻いてますが、俺は絶対に実現するぞ。映像と文章で生計を立てながら、世界を旅しながら生きるっていう、この自分の目標を絶対に達成するまで諦めないからな。今会社員で悩んでる人すごい多いと思うんですよ。でそういう人たちにとって自分のその自由な生き方っていうのが一つの選択肢になりたいんですよね。だから僕は絶対に諦めないし、それを実現するまで頑張ろうと思ってます。だからぜひこの動画を見てくれたあなたもそんな生き方を応援してくれると本当にありがたいです。じゃあまた次回の動画で。